こんにちは。ですね、なんかこういうこのセカンドチャンネルのこのお話ししてるビデオを撮るときって、だいたいなんか前にも話したか、サックスの練習の合間とか、こういう山小屋の作業が一区切りついたところで、ちょっとおしゃべりしようかなと思ってパッと動画を回すので、なんかね、疲れてるんですよね、基本的に。だから、なんか元気ないんじゃないですかって言われるんですけど、ちょっと、バテてるだけなので、大丈夫です。ですね、今日は何をしていたかというと、こういうね、空き缶とか、これは何だっけな。何の葉だろう、これは。これは、草刈り機じゃないや。これは、回転のこの葉か。いろいろね。これが草刈り機だ。で、これはね、コーヒーが入っていた缶を切って平らにしました。こういうね、鉄の平べったいものが欲しかったんです。っていうのも、前回の動画でお話ししたマグネットとかをディスプレイするボードを作ろうかなってちらっと思いつきで言ったんですけど、それを今やっていて、コメントでもね、空き缶を壁にくっつければいいんじゃないって、そう同じことをね、僕も考えてたんですよ。要は木のボードをパレットで作って、そこにこういう金属のものをこう固定して、この金属のところにはマグネットがつけられて、それ以外のところは画鋲でなんか刺したり、テープで貼ったりとか、いろんなものを、ポストカードとかをディスプレイできるものを作ってるんですね。で、ちょっといいなと思ったのが、これはね、この草刈り機とかチェーンソーのガソリンのこれは缶なんですけど、ここの上の部分、ここにキャップがつくんですけど、この上の部分を切ったんですよ。で、ここをグラインダーで切ったんですけど、ギュイーンって火花がバーって出るので、もともとガソリンを入れてあったものなので、これはもうだいぶ前に使い終わって、ずっとキャップ開けたままもう1年以上置いてあったので、完全にもう気化してるんで、グラインダーでバーッと切ったんですけども、こっちの大きい方が最近使い切ったばっかりで、まだねガソリン臭いんですよ。だからこれをちょっと火花が出る工具でやるのは怖いなと思って、どうしようかなと思って、金切りバサミが確か僕持ってたと思うんですけど見つかんなくてで、ふと思いついて、このナイフで切れないもんかなと思って、こうグッと切れ目を入れてずっとそしたらそれがすごくうまくいって、なんだこっちもこれでやればよかったなっていうぐらいね、なんかバリも出ずに綺麗に切れたんですよね。そこの部分もやろうかな。なんかこれが大きい方の蓋の部分はこのハンドルがついてたんで、なんかこっちの方がかっこいいなと思って、この錆がいい感じでしょ。一応これ雨ざらしだったのでボロボロに錆びてたんで、ちょっとブラシでこすってピカピカには
せずに、このテクスチャーを活かしていうのとか、缶の底、これね、これはね、この缶は文字がかろうじて残ってそうで残ってない。多分ヒルズブラザーズとかのコーヒー缶ですね。これはもともと印刷してあるので、ただ雨ざらしにしててもこういう風にならないんですよ。コーティングがあるので全然劣化しないんですね。なので一回ね、空き缶をね焼くんですよ。もともとこんな感じなんですよ。これはずっと雨ざらしにしててもなかなか劣化しないんで、これをね一回焚き火の中に放り込んで焼くんですよね。そしたらこの表面の印刷部分が焼けて、であとは雨ざらしにしとけばこういう風にいい感じのサビが育つんです。でまあね、こんなのもね何かに使えるだろうと思って、もうこんな刃が丸くなっちゃったやつその辺にほったらかしとくとこうやってサビが育つので、ようやくね出番が来ました。でもねこれはね鳥小屋のバードハウスの屋根に使ったりね、なんかちょっとした細かいことに使えるんですよね。窓の水切りの部分だとかねじゃあとりあえずまた続きは後ほど。